やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、日本の Amazon において、低価格無線イヤホンブランドとして、詳しい人にはかなり知名度があるんじゃないかな？低価格で有能なモデルを多数発売している、サウンドピーツから、久しぶりの新作、サウンドピーツミニプロだ。いろんなところで紹介されてるだろうから、このチャンネルでは重箱の隅をつつくレビューをお届けするぞ。さて、このミニプロ、サウンドピーツ的にはしっかり名前に意味がある。まず、ミニ。これは見た目の通りの小さいデザイン。このミニプロのデザインの原型になったのは、プロがついてない、無印のミニだ。無印サウンドピーツミニは、低価格にシンプルな機能、6mm のドライバーが小気味良い音を出す、シンプルながら実用的な1台だった。さらに、小型ながら7時間と、長めの連続動作時間も良い。それに対し、今回の新型、ミニプロは、デザインは一見ミニに近いんだけど、あれ？耳に当たる側はかなりミニプロの方が複雑な形してない？実は、ドライバーサイズが、無印ミニは 6mm だったのに対し、今回のミニプロは 10mm と大型化している。これだけ違うと、低音側と高音側の質がかなり変わるし、加えて、振動板素材も、ミニプロは、最近サウンドピーツが積極的に採用している、バイオセルロース振動板だ。バイオセルロース振動板は、簡単に言うと紙のすごいやつ、より強度を出せる植物性樹脂をチョイスした、従来の紙振動板の柔らかさ、音色の温かさと、それから、紙振動板より透き通った高音域、そして、ドライバーとしての耐久性が特徴だな。というわけで、このミニプロ、ドライバーの構成が、素材からサイズまで、ミニと違う。なんだかこの構成、最近見たような。あ、このイヤホン、ミニよりもエアサンプロに近いんだ。ドライバーサイズはエアサンプロが 12mm だったのに対し、ミニプロは 10mm と、ちょうど良いサイズに、さらに、アクティブノイズキャンセルの 35dB というスペックも同じ。動作時間はミニプロの方が、ドライバーが小さい分ちょっと伸びて7時間。ここは無印ミニと同じスペックだな。さらに、ミニが iPhone などのおすすめ接続方式、AAC までの対応なのに対し、こちらのミニプロとエアサンプロは、Android スマホでおすすめのアクト X アダプティブ、Windows パソコンなどにおすすめの、アクト X などに対応してる。ミニという名前に惑わされそうだが、最新仕様のノイズキャンセリングとアクト X 接続を両方備えたサウンドピーツ系において最新スペックを持つイヤホンってわけだ。外観から見ていこうか。サウンドピーツミニプロは無印ミニ譲りのデザインを引き継いでるんだけど、実際にはほとんど別の形と言っていい。ミニ無印と同様の取り回しを持つケースは、正面にチャージランプ、1ランプで、緑は電池残量10分、オレンジはそろそろやばい、と直感的にわかるタイプだ。表面は一段グレードアップした、シリコン系のコーティングで滑りにくくなった。基本的な取り回しはミニ無印のケースと同じだけど、並べてみると若干大型化しているのがわかる。ケースを開けると、大きなデザインロゴがお目見え。ミニの時はグレーだったんだけど、ミニプロは若干コストがかかってシルバーのプリントになった。一番大きく変わっているのは、本体の装着部分、10mm のドライバーを収めつつ、装着感を保つために、形状が変更になってる。ミニでも、ミニプロでも、装着感は良好だけど、ミニプロの方が、若干厚みが出たので、装着感に若干の差があることは承知しといてくれ。ノズル形状も、ミニが通常の丸型だったのに対し、ミニプロは楕円形と、やっぱり別物感が強い。連続動作時間は、小型ボビながら7時間と長いんだけど、ノイズキャンセリング搭載機種なので、ノイキャンを有効にすると、5時間と平均的なものになる。ノイズキャンセリングのオン、オフは左センサーを長押し。ここら辺の操作系は、TWS の基本と同じだな。で、そのノイズキャンセリングの品質は、悪くない。PC のファンとか、低音の駆動音とか、走る自動車のロードノイズなんかはかなり低減できる。実用的な仕様だと思うぞ。一方で、パススルーモードは、つけたまま会話するのはちょっと難しいかも。あくまで、周辺の物音を確認するためのもの、くらいに考えよう。耳から外した時に再生停止したりするタイプの TWS ではないので、人と話す時は片耳外す、とかの直感的な対応でいいだろうな。それから、本機の重要なスペックは、アクティブノイズキャンセリングに対応しながら、アクト X 系のコーデックに対応していること。アクト X 系コーデックは、Android スマートフォンに接続した時に、かなり音質の上限が変化する、重要な要素なんだけど、こことアクティブノイズキャンセリングに両対応したモデルを探してる人は多いはず。ここにありますよ。他社だと AAC までの対応だったりするので、低価格で一番メジャーなブランドであるサウンドピーツは、ここも強みだな。というわけで、外装とスペック周りについては不満なし。
ミニ譲りの小型で取り回しやすい本体に、ANC 抜きで7時間、ANC オンで5時間と、十分なバッテリー、実用性十分なアクティブノイズキャンセリングに、それからアプト X アダプティブにも対応と、スペック的には言うことなしだ。音質に関わるドライバは、最初の方でも言ったけど、10mm のバイオセルロース振動板を採用した、1ダイナミックドライバ構成。基本的なイヤホンの構成で、海外系のイヤホンでは多い10mm の振動板。高音と低音のバランスが取れているけど、バイオセルロース振動板は中低音域の豊かさとか、そこら辺が魅力的なドライバなので、結果的にちょっと低音よりの表現が得意、くらいのバランスになっている。先に登場した、同じサウンドピーツの、ノイズキャンセリング対応した、同価格帯のイヤホン。エアサンプロと比較すると、あちらが 12mm、そして、ミニプロは 10mm と、若干ミニプロの方が小さい。エアサンプロは、かなりウォームな音色だったので、こちらの方が小径化により、よりバランスの取れた音色になるはずだ。対して、このミニプロのデザインのひな形になった、無印ミニは 6mm なので、ミニの音質が好きだから、でミニプロを買うのは、避けた方が良さそうだな。かなり性格の違う一台になってるぞ。というわけで、昨日のピックアップポイントが盛りだくさんでちょっと遅くなったけど、音色について見ていこうか。この手の小型ボディは、無印ミニに代表されるように、6mmと最も小さな部類のダイナミックドライバー一発を搭載していることが多い。それに対し、10mm とかなり大きなドライバーを持つ、ミニプロは、特に低音からサブベースの表現力が上がっているのがアドバンテージになる。一方で、6mm の振動板が持っている、高音域のレスポンスの良さはミニプロにはない。さらに、バイオセルロース振動板を採用しているので、全体にゆったりとした音が出てくる。ただし、同じバイオセルロース振動板を採用している、エアサンプロよりも、若干ドライバの直径が小さくなったので、かなり中低音寄りだったエアサンプロよりも、よりニュートラルなバランスによった。つまり、こっちの方が、好む人が多いバランスだ。ただ、ミニプロも、鮮烈な高音域はなく、ゆったりと中低音域に包まれながら聴くタイプのイヤホンだな。でも、バランス的には 10mm ドライバーを採用したミニプロの方が前進したな、と思うぞ。ミニプロはちょっとスローすぎるな、と感じることがなくなったからな。全体に金属音がマイルドで、落ち着いて聴ける音色。ただ、中低音が膨らみすぎていないので、全体に覆いかぶさったり、中低音域が膨らむことにより、全体の輪郭を損なったりしていないバランスだ。全体的に優しい音色で統一されていて、刺激的な音色が苦手な人におすすめだな。エアサンプロはかなりウォームに振っていて、ミニプロもウォームなんだけど、あそこまで極端ではない、という点は、やっぱりかなり好ましいと思う。一方で、高音域に派手さはないので、高音がガツンとくるイヤホンを求めている人は、無印ミニの方がおすすめだな。同じ 10mm ドライバーを採用しているものでも、より高音域がシャープな機種の方が多いと思う。ミニプロはゆったりと聴く一台。ただし、ゆるくはない、そんなバランスだ。音色について分解して、もう一回確認しよう。高音域は、落ち着いているが、きちんとそれぞれの音は分離して聞こえる。この手の温かいイヤホンで出来が悪いものは、高音域がどこか遠く、丸まりすぎてるものも多いけど、ミニプロはきちんとその一線を守ってるイメージだな。高音域が眠くならず、それでいてとても刺激が抑えられてる。落ち着いて聞くときにいいだろう。中音域、量感があり、温かみがある。高音域と同様、刺激的でなく、落ち着いて聴いていられるな。ボーカル帯域が力強いのが、ミニプロの良いところだと思う。低音域からサブベース、ここら辺も力強い。中低音あたりから強いので、震えるようなサブベース、というより、包み込むような低音域、といった、より落ち着いて聴ける音色だな。全体に、刺激的な成分よりも、ゆったりと聴いていられる成分が多く、安定感のある音色。ただ、単純に眠いのではなく、きちんと音の切り分けができる。そんなバランスだ。最近さらに増えてきた、強烈な音色のイヤホンたちよりも、落ち着いて聴けて、かつ安定感のある音色なので、エアサンプロだと落ち着きすぎてる。でも普通の TWS は刺さることがある。そんな人にちょうどいい一台となっているぞ。また、ノイズキャンセリングやアプト X 対応など、スペックも満足できるものになっているので、ゆったりと周囲の騒音を気にせずに、レストランなんかで使いたい一台だな。ウォーム系と連呼しているけど、エアサンプロがかなり攻めた 12mm ドライバーだったのに対し、10mm のミニプロの 2mm の壁は大きい。かなり多くの人が愛用したくなるバランスになったと思う。小型、長時間動作、アプト X アダプティブ対応、ノイキャン搭載でありながら、この価格の TWS は、かなり希少な選択肢なので、バイオセルロース振動板の良さと、より一般受けするバランスを手に入れたミニプロは、かなり強烈な選択肢になるだろう。ちなみに、レビュー公開からほんの23日だけ、クーポンがついているので、気になったなら、買うなら今だ。
こんなところだな。正直なところ、先代、エアサンプロはかなりウォーム方向に攻めたチューニングだったので、そこら辺をより一般受けするチューニングにしつつ、小型化したミニプロは、かなりおすすめ度が上がった。刺激的すぎない音色と、予算とスペックを同時に満たしてくれている一台を探していたあなた、ここにありますよ。といったところで今回はここまで、当チャンネル限定クーポンは、詳細欄を見てくれ。